こんにちは、ボンポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ディフェンスセンス、スピード、瞬発、どれが大事なのかやっていきたいなと思います。最近ね、優秀なディフェンダーも多くなってきてますけども、その中で結局どの数値をね、中心に育てていくべきなのか、そんなところをね、いろいろ見ていきたいなと思います。皆さんのね、参考になるようなデータというかね、取れてきたんじゃないかなと思うので、ぜひ見ていただけたらなと思います。今回の目次になるんですが、検証方法と、あとはディフェンダーが後ろに走り始める、仕様の部分を押さえた上で、ディフェンス、スピード、瞬発、それぞれをね、見ていきたいなと思います。まずは検証方法ですね。検証方法は以前のね、タッチダウンパスの検証とちょっと似てるような形になっていくんですが、ディフェンス能力をね、かなり爆上げしたピルロで、ボールを取った後にですね、センターフォワードであるムバッペにですね、タッチダウンパスでやっていくという形になっていきます。で、ムバッペの能力に関しては、オフェンスセンス、スピード、瞬発全部99にしてる状態になっております。そこでディフェンダーのね、反応の差を見ていきたいなと思うんですけども、ディフェンダー側はですね、ムバッペをマンマークした状態で見ていきたいなと思います。で、今回使っていくディフェンダーなんですけども、ジュリアン・ティンバー選手を使っていきたいなと思います。で、この選手ね、ちょうど能力がですね、だいたい70前後あたりになっているスピード、ディフェンス系の能力とね、70前後になってるんで、それぞれ上げていきながら見ていきたいなと思います。ディフェンス特化した状態、スピード特化した状態、そして瞬発を特化した状態ですね。で、それぞれ見ていきたいなと思います。実際今でもね、スピードを90台に乗っけて、瞬発を80とかでギリギリ止めてとかね、いう育成も割とあると思いますから、そういった再建にもなってくるかなというところで、これで見ていきたいなと思います。ちゃんとね、マンマークというスキルがついてますけどね、その状態でいっていきましょう。はい、まずは大前提のところからやっていきます。ディフェンスがですね、後ろに走り始めるタイミングということがですね、今回検証やってて分かりました。これがね、大きく分けて2つありますよという形になっていきます。もちろん状況に応じてね、また別のパターンはあるとは思うんですけど、基本的にね、今回の検証で分かってきた部分は2つありますよという形になっていきます。まず1つ目はですね、こんな形でですね、はい。ピルロがボールを蹴った後に走り始めるパターンですね。裏のスペースがあるかないかというよりは、ピルロがボール蹴ったらそれに対してディフェンスラインは下がっていく形ですね。ここにムバッペがいなくても裏に走っていくようなイメージになっていきます。で、もう一個ですね。もう一個が、まだピルロ蹴ってないんですけど、ディフェンス後ろに走り始めてますよね。これはですね、ムバッペが最終ラインを抜けてしまう、このディフェンダーを追い抜いてしまう可能性が出てくると、このディフェンダーも下がります。ボール蹴る前にでも走ってしまいますね。もちろんこれもね、ピルロが蹴らなかったりすると、ディフェンスもね、ある程度下がった後にまたこうやってディフェンスラインを修正に戻ったりはするんですけどね。はい、そんな感じで、なので大きく分けて2つですね。パスが出るタイミングか、裏をもう取られてしまう場合ですね。この2つ追い抜かれてしまう場合ですね。この2つの時に裏に走り始めるよという形になっていきます。これがねちょっと最初分からなくてやっててですね、なんか遅い時と早い時あるなみたいな感じになっていたんですが、そういった2つがあるんだということが分かりました。で、ということは走り始める条件はちゃんと合わせないといけないなということで、今回能力差を単純に見たいので、ムバッペがこのディフェンダーを追い抜く前のタイミングでボールを蹴ってですね、ちゃんとディフェンダーがボールに対しての反応を見ていく、これをねやっていきたいなと思います。はい、ということで比べていくのがこんな形になっていきます。これがディフェンスセンスね特化、これがスピード特化、これが瞬発特化という形になっていきます。同じようなね立ち位置のところからのスタートを見ていきたいなと思うんですけども、これはですね、ボールをピルロが蹴ったタイミングですね、これを合わせてきたものになっていきます。これで見ていくとですね、若干詳しく見るとね、若干瞬発の方が後ろに下がっちゃってはいるんで、ちょっと違いは出てくるんですけど、ただボールを蹴られた後の反応の速さというかねを見ていくと、まず一つ言えるのは、瞬発はですねちゃんともうダッシュモーションというか、体勢が他のに比べてちょっと斜めこうね前のめりになっているというかね、いう形になりますよね。この辺は瞬発の良さなのかなって感じはしましたね。でこんな形で走っていくというところなんですけど、足運びの速さをこれをねちょっと見ていきたいなと思うんですけど、ディフェンスセンスをね注目して見ていきましょうか。ここからいくと1歩2歩3歩4歩になっていきますよというところです。4歩まででここまでかかってはいるんですが、瞬発もね実はちょうど同じぐらいの歩幅というか歩数になっていってますね、ここで見るとね。なので、4歩で言うとちょうどここ
ディフェンスセンスとのね、差はね、正直そんななかった。これね、まだ実は3歩目なんですよね。なので、若干、このぐらいですからね。だから、何コマかはやっぱりちょっとスピード特化に関してはちょっと遅くなっているという形ですかね。なので、最初の何歩かはやっぱり、瞬発もしくはディフェンスセンスが速いよと。今度はですね、ボールを蹴った後から、このディフェンダーの下がりのスピードですね。これをちょっと最終的にどこまで行くのか見ていきたいなと思うんですけど、ここからね、こんな感じで見ていくんですけども、最初の何歩かはね、遅いって話はしたんですが、スピードはね、意外にやっぱその後の速さっていうのはやっぱ際立ってたのかなという感じはしましたね。というここまで見ていくとですね、スピードがやっぱり一番速いのかなって感じはしますよね。で、瞬発とディフェンスセンスに関してはそんなに変わらない。若干ね、瞬発の方が前にいるんですけど、これ立ち位置が若干瞬発の方が前にいたんで、その分の差が出てるのかなって感じはしますね。で、次ですね、ボール蹴ったタイミングはちょっとずれるんですけど、この芝生のラインっていうのかな。この芝生のラインから同じ立ち位置からスタートしたらどう違いが出るのかちょっと見ていきたいなと思います。はい、というところで見ていくとですね、やっぱりスピードが一番速いですかね。で、その次がディフェンスセンスっていう感じになってます。で、瞬発はちょっとその後ろっていう感じになっていきますかね。やっぱちょっとロングラインになっちゃうとスピードが速くなっていくのかなって感じはしています。ただ、ですね、これちょっと戻ってみてですね、芝生1本目のところまで見ていくとですね、スピードとディフェンスセンスね、そんな変わんない。むしろ、そうだな、若干スピードの方が速くなってるのかな。でもディフェンスセンスでもね、全然追いついてるという形になっていきました。はい。なので、最初の、この短い区間だと、そんなに差は出ないけど、芝生2本以上ぐらいになっちゃうと、ちょっと差が出てくるというようなイメージなんですかね。ただ、ディフェンスセンスでも十分やれてる部分は大いにあるし、最初のね、これは最初の5歩とかの話をしちゃうと、やっぱりディフェンスセンスが速かったりとかもしたんで、そうするとですね、あんまり裏のスペースがない時というのかな、ショートカウンターを食らった時っていうのかな、みたいな時は、ディフェンスセンス高い方がいいのかなって感じはしますかね。瞬発はシンプルになんかダッシュモーションへのところは速かったんですけど、その後はそんなになのかな。最高速が高くないと、あんまり効果をなさない。そんなイメージなのかもしれません。はい、というとですね、ちょっと細かく見すぎて、わかりにくかったらごめんなさいって感じなんですが、はい、ということで見えてきたんで、今日は結論です。ディフェンス能力、裏へのケアを考えると、スピードが最優先とします。はい、ということでね、いろいろ話してはいったんですけど、一応まとめておきましたけど、まず大前提としてね、ディフェンダーが走り始めるタイミングがね、仕様があるよということは知っておくといいかなと思いました。センターフォワードが裏に抜けちゃうタイミングと、あと裏へのパスがね、出たタイミングっていうので、ディフェンスラインが下がっていくんだよっていう、この仕様はね、ちゃんと知っておくべきなのかなと思います。で、その上で今回分かったところ、ディフェンスセンスに関しては最初の5歩ぐらいはね、ちょっと速くなっていくようなイメージ。スピードに関してはね、やっぱり最高速速くなっていくんで、裏へのランニングのことを考えるとスピードが一番大事なのかなって感じはしました。で、瞬発力に関しては最高速、ダッシュモーションに行くのが速い感じはあった。どちらかっていうとディフェンスセンスと同じような効果を生んでいたのかなって感じはしましたが、ボールダッシュのこととか、考えたりするとディフェンスセンスの方がやっぱ優先的には高くなってくるのかなって感じはしておりますという形ですね。これは大まかな検証結果にはなりますから、ある程度ね、バランスよく育てた上で、裏へのね、ケアを考えると、スピードをちょっと優先的にとかね、裏へのところというよりは、ショートカウンターが一番嫌だと。例えばこっちがビルドアップミスって、それですぐスルーパスされてやられるのが嫌だからって考えると、ディフェンスセンス優先にした方がいいかなとかね、いう考え方も全然ありだとは思うので、その辺はですね、おのおの参考にしていただけたらなと思います。その中では瞬発力っていうのは若干ね、優先度は下がっていくのかなと思います。はい、というところですかね。どうですかね。ちょっと最初の仕様の部分とかがかなりね、見つかるまでがちょっと時間かかっちゃったんで、検証自体も長くなっちゃったんですけど、この辺まで分かっていればある程度参考になるんじゃないかなと思いますから、これを踏まえた上で、じゃあ自分はどうしようかなとか、そういったところで参考にしてみてください。ということで、この辺はですね、ぜひよかったら高評価、チャンネル登録、などしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。